2002年の日韓ワールドカップ。アジアで初めて開催されたこの大会は、アジアのサッカー界にとって歴史的な瞬間でした。しかし、世界中のサッカーファンの記憶に強く刻まれているのは、韓国代表の快進撃と、それに伴う数々の不可解な判定です。イタリア戦、スペイン戦で起こった数々の疑惑の判定。それに対し、世界のサッカーレジェンドたちはどのように反応したのでしょうか。今回は、韓国代表の試合を詳細に振り返りながら、当時の反応やその後の影響について深掘りしていきます。韓国代表の快進撃と疑惑の判定。2002年の日韓ワールドカップで、韓国代表はアジア勢として史上初のベスト4進出を果たしました。しかし、その過程には多くの不可解な判定がつきまとっていました。ベスト16、韓国 vs イタリア。この試合で最も物議を醸したのは、フランチェスコ・トッティの退場です。延長戦の後半、トッティがペナルティエリア内で倒されましたが、主審のバイロン・モレノはこれをシミュレーションと判断し、トッティに2枚目のイエローカードを提示。結果、彼は退場となり、イタリアは数的不利に陥ります。さらに、イタリアのダミアーノ・トンマージが決めたゴールもオフサイドの判定で取り消されました。しかし、リプレイを見る限り、オフサイドではなかった可能性が高く、イタリア側は猛抗議しました。そして、試合終了間際、韓国のアン・ジョンファンが決勝ゴールを決め、韓国が勝利。しかし、この試合後、イタリア中が激怒し、イタリア代表の多くの選手が審判が試合を操ったと発言しました。特に、パオロ・マルディーニはサッカーの歴史における最大のスキャンダルと語り、ジャンルイ・ジー・ブーフォンは僕たちは韓国に負けたのではなく、審判に負けたと涙ながらに語りました。準々を決勝、韓国ル vs スペイン。イタリア戦以上に疑惑が深まったのが、この試合です。この試合では、スペインが2度ゴールを決めましたが、どちらも不可解な理由で取り消しとなりました。一つ目は、ホアキンがゴール前に送ったクロスから、フェルナンド・モリエンテスが決めたゴール。しかし、副審がボールがラインを割っていたと判定し、ゴールは無効に。リプレイを見ると、ボールは明らかにライン内に残っており、この判定にスペインの選手たちは激しく抗議しました。この試合は結局、PK 戦にもつれ込み、韓国が勝利。しかし、試合後のスペイン代表の選手たちは怒りをあらわにしました。イケルー・カシージャスはこれがワールドカップなのか、史上最悪の試合だとコメントし、当時のスペイン代表監督カマーチョは恥ずべき大会だと FIFA を非難しました。FIFA と審判団への批判。韓国戦を裁いた審判たちは、その後も問題視されました。特に、イタリア戦の主審だったバイロン・モレノは、後に八百長疑惑が浮上し、2010年には麻薬密輸で逮捕されました。スペイン戦の主審だったがマルーガン・ドゥールも、韓国よりの判定をしたとして批判を浴び、ワールドカップ後に国際審判を引退しました。これらの出来事により、2002年ワールドカップは史上最も疑惑に満ちた大会として語り継がれています。レジェンドたちの反応。この大会の判定に疑問を抱いたのは、イタリアやスペインの関係者だけではありません。ペレ。韓国のプレー自体は素晴らしかったが、審判の判定がひどすぎた。フェアな勝負ではなかった。ゲーリー・リネカー。スポーツマンシップを冒涜する試合だった。ディリエー・デシャン。ワールドカップが政治的な道具に使われたとしか思えない。トッティ。サッカーの歴史に残る汚点。僕たちは審判に負けた。こうしたコメントからもわかるように、韓国代表の快進撃は決して純粋なものではなかったという見方が強く残っています。2002年ワールドカップの韓国代表の快進撃。それは確かにアジアサッカーの歴史において特筆すべきものだったかもしれません。しかし、その裏には数々の不可解な判定があり、レジェンドたちからも違反が相次ぎました。この大会はサッカー史上最大のスキャンダルとして今なお語り継がれています。
この問題について皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。